皆さん、こんにちは。今回は、レクビーのプラスリビンワイドをご紹介します。ジャパンキャンピングカーショー2026で先に発表されたプラスリビンは、キャラバン、標準幅、ハイルーフがベース車です。東京キャンピングカーショー2026では、キャラバン、ワイド、スーパーロングをベース車にするワイドバージョンが追加されました。ワイドスーパーロングは、キャラバンの中で最も大きな車体で、室内も余裕があります。プラスリビンのレイアウトは、多目的ルームの有無とダイネットスタイルの組み合わせで4種類から選択できました。プラスリビンワイドでは、縦置き2段ベッドのレイアウトが追加されています。縦置き2段ベッドは、多目的ルームがあるプランのみ選択できます。ダイネットタイプは、2名体座横座りベンチシートタイプを選択できます。さらに、シート生地、家具の扉の柄、フロアの柄を各3種類から選択できます。グレードは3種類用意されています。オールシーズンには家庭用エアコンが標準装備されます。それでは、プラスリビン、ワイドの室内に入ってみましょう。高い天井高で圧迫感を感じません。ワイド幅スーパーロングですので、広々とした室内です。レイアウトは従来のプラスリビンと同じで、全部にギャレーを配置。展示車は2名体座ダイネットと2段ベッドの構成。常設ベッドですので、2名ならベッド展開する必要なく就寝できます。2列目シートは前向きにすると、レッグレストモードで乗車できます。ベッドサイズは、課題は長さ 1830mm、幅は体座の場合 780mm、横座りシートの場合 790mm、上段は長さ 1810mm、幅 730mm です。花壇をフルサイズにすると、長さ 1830mm、幅 1720mm の広さになります。家庭用では、キングサイズベッドに近い幅です。上段ベッドを下げると、背もたれ付きのベンチシートになります。大勢でテーブルを囲んでの団らんも可能です。テーブルを残したままリラックスモードにすることも可能。足を投げ出してくつろげます。全部のギャレー。L 字型の広いギャレーです。この天板を跳ね上げることにより、前部と後部のウォークスルーも容易になります。シンクの下には、各16リッターの給排水タンクが収納されています。49リッターの横開き式冷蔵庫を標準装備。電子レンジは、スタンダードとオールシーズンに標準装備されます。ギャレーキャビネットには引き出し収納が用意されています。最後部の多目的ルーム。トイレを置いてトイレルームにできます。ワイドボディなので、さらに広くなりました。車幅が広くなったため、シューズボックスも設置されました。左側後部にはオーバーヘッド収納を設置。すぐに取り出したいものを収納しておくのに便利です。オールシーズングレードでは、ダイキンの薄型エアコン、リソラが標準装備されます。サブバッテリーは、すべてのグレードに 300Ah のリチウムイオンバッテリーが標準装備されます。2段ベッドを設置しないレイアウトも選択できます。この場合は、右側にもオーバーヘッド収納が設置できます。プラスリビン、ワイドでも、多目的ルームを設置しないレイアウトが選択できます。最後部は、多段階のリクライニングになっています。ベッドモードにすると、家庭用のクイーンサイズ以上のベッドになります。プラスリビン、ワイドの車体サイズは、全長 5230mm、全幅 1880mm、全高 2300mm。乗車定員は6名、就寝定員は3名ですが、2段ベッドを選択すると4名です。それでは、ハイエース、スーパーロングベースのプラス DD と比べてみましょう。プラス DD は、プラスリビン、ワイドと同様に、縦置き2段ベッドと2名体座のダイネットを持つモデルです。全部にギャレー、最後部には多目的ルームがあります。ベッドサイズは、上段が長さ 1830mm、幅 710mm、下段が長さ 1830mm、幅 800mm。花壇は、すべてフラットにすると、長さ 1830mm、
幅 1730mm の広いベッドになり、プラスリビンワイドとほぼ同じです。2段ベッドは、上段を背もたれにしてベンチシートになります。2列目シートは、前向きにして前向き乗車可能。落ち着いたインテリアと柔らかい間接光の照明は、プラスリビンワイドとはまた違った高級感があります。収納家具の扉には、網白仕立ての装飾が施されています。プラス DD のギャレーは、全部右側に集約されています。テーブルを設置すると、2列目シートを前向きにしたまま、フロントの簡易シートとで対座できます。ギャレーキャビネットには、49リッターの冷蔵庫や電子レンジが標準装備されます。最後部の多目的ルーム。同社のカントリークラブなら、ここに温水シャワーを設置することもできます。収納では、キャブの上部に大きな棚収納が用意されており、これはプラス DD の優位点です。AC 仕様では、家庭用エアコン、ダイキンのリソラが標準装備されます。AC 仕様では、300Ah のリチウムイオンバッテリーが標準装備されます。プラス DD は、落ち着いた中にも、高級感のあるインテリアのハイエースモデルです。もう一台は、ソラン SL を挙げておきましょう。これもハイエース、スーパーロングがベース車です。このモデルは、プラスリビン、ワイドの多目的ルームなし、2名対座ダイネットのレイアウトとの比較になります。プラスリビンのようにインテリアカラーは選択できませんが、ナチュラルトーンの明るいインテリアは魅力的です。ベッドサイズは、長さが最大 2650mm、幅 1700mm。プラスリビン、ワイドとほぼ同じ広さです。最後部には、プラスリビン、ワイド同様、多段階のリクライニングがついています。リクライニングを立てると、密室になります。ギャレーのスタイルは多少異なり、キャビネットは左右に分かれて配置されています。左右のキャビネットの間にテーブルはなく、そのまま前後に移動できます。左側のキャビネットにはシンクとフォーセットが、右側のキャビネットには49リッターの冷蔵庫や電子レンジが標準装備されています。ソランスーパーロングにも、運転席、助手席の上部に棚収納が設置されており、優位点です。家庭用エアコン、リソラを標準装備。ソラン SL では、設置位置は最後部になります。サブバッテリーも同様に、300Ah のリチウムイオンバッテリーが標準装備されます。ソラン SL は、カジュアルなインテリアとペットとの車旅を意識した、広々とした室内空間が特徴のモデルです。いかがでしたでしょうか？ベース車に違いはあっても、レイアウトが似ているため、どちらにするか迷ってしまうかもしれません。プラスリビン、ワイドの特徴は、自分の好みのレイアウトとインテリアが構築できる点です。プラス DD でカジュアルなインテリアを求めていた方や、ソラン SL に多目的ルームがあれば、と思っていた方には、プラスリビン、ワイドがおすすめです。そして、価格的にも、プラス DD やソラン SL に比べて、安価でコストパフォーマンスに優れているのも大きな魅力です。プラスリビン、ワイドの価格は、下の説明欄にあります。プラスリビン、ワイドの詳しい装備や価格の比較は、キャンピングカーファンのサイトをご覧ください。最後までご覧いただき、ありがとうございました。